長野県の諏訪湖を鳥観図で描いた作品です。画面手前から奥へと広がる湖面が美しく、中央には岬に立つ高島城が小さく描かれています。湖には一艘の船が浮かんでいます。手前の丘には2本の木が描かれ、画面に奥行きを与えています。富士山は湖の遥か向こう、画面中央に小さく、しかし端正な姿で描かれています。この絵の富士山は、実際の位置関係よりも少し強調されて描かれていると言われています。静寂で広々とした湖の風景画です。山中で木材を加工する職人たちの姿を描いた幾何学的で大胆な構図です。画面を斜めに横切る巨大な角材が主役です。その角材の上と下で木こりが大きなノコを使って木を引いています。ノコの葉のギザギザや飛び散る木くずまで細かく描かれています。この巨大な角材とそれを支える支柱が作る三角形の隙間から遠くの富士山が小さく見えています。働く人々の力強さと計算され尽くした構図の妙が光る作品です。巨木と富士山を対比させた作品です。画面中央に樹齢何百年もありそうな巨大な木が立っています。幹の太さを表現するために3人の旅人が手をつないで幹の周りを測ろうとしています。その巨木の背後から富士山が姿を見せています。富士山の周りには独特の形をした雲が湧き上がっており、まるで龍が昇るような神秘的な雰囲気です。巨木と巨山、2つの大きさをユーモラスかつ壮大に描いています。強風が吹き荒れる一瞬を切り取った臨場感あふれる作品です。手前の土手道を歩く旅人たちは突風にあふられています。傘が空高く飛ばされ、返しが舞い散り、着物の裾がまくれ上がり、前傾姿勢で風に耐えています。一方で背景の富士山はただ一本の線でシンプルに描かれ、風の影響を受けない不動の存在として対比されています。全体的に淡い色調で寒々しい風の音まで聞こえてきそうな情景です。巨大な寺院の屋根を大胆にクローズアップした北斎らしい奇抜な構図です。画面の大部分を東本願寺の巨大な屋根が占めており、その瓦の並びが幾何学的な美しさを見せています。屋根の頂上付近では職人たちが修理作業をしており、その小ささが建物の巨大さを際立たせています。空高くには凧が上がっており、屋根の向こうには江戸の家並みが広がり、そのさらに奥に富士山が描かれています。人工物の圧倒的な存在感と自然の対比が面白い作品です。
現在の神奈川県二宮町あたりの風景です。早朝の湿地帯や小川のような場所に数羽のタンチョウ鶴が描かれています。餌をついばむ鶴や空へ飛び立つ鶴の姿が優雅です。背景には幾重にも重なる青い霞の帯が描かれ、その向こうに富士山が堂々とそびえています。鶴は長寿の象徴であり、富士山と組み合わされることで大変縁起の良い構図となっています。色彩は青と白、そして鶴の頭の赤がアクセントとなり、清らかで神聖な朝の空気が満ちています。現在の目黒区あたりの起伏に富んだ農村風景です。画面左右からせり出す丘陵地の間から遠くの富士山を望む構図です。丘には段々畑や松の木があり、農夫たちが農作業に勤しんでいます。二人の鷹匠が雑談をしている様子が描かれており、のどかな里山の日常を感じさせます。富士山は谷間の向こうに鎮座し、少し霞がかったような表現で距離感が示されています。緑、土色、藍色がバランスよく配置され、牧歌的で平和な日本の原風景といった趣です。